Hola, amigos. 前回ポルケス温泉の満天の星空で露天風呂に入り、サルバドール、ダリ砂漠、ラグナベルデ、ラグナブランカを観光し、宝石の道の最後となるボリビアとチリの国境へ向かいます。チリ側のバスに乗り、チリ・サンペドロ・デ・アタカマへ。宝石の道プライベートツアーも本日3日目の最終日を迎えました。ポルケス温泉を朝7時に出発して観光してから国境へ向かいます。宝石の道1日目はウユニ、2日目はたくさん観光地を巡り、3日目はチリへ。わずか3日間にぎゅっと詰まった人生でまたとない経験のツアーです。標高4から5000メートルの高地なのでアラビフには辛いので、なるべく若いうちに。いや、この辺の方がかっこいいから、この辺から顔直すんだよね。スペインの画家サルバトール・ダリの絵画に似ているので付けられた名前。砂漠に突然すごい岩です。あれがダリの丘、ダリの谷でしょうか。砂漠と岩の美しい風景が本当にダリの絵画みたいでした。前方に車の砂ぼこりが見えてきて、まるでラリーを見ているみたい。車が通った後以外は左右に大きな岩があって車は通ることができません。前方の1台の車両に追いついてきました。ドライバーは抜けるのでしょうか。ラリー状態、砂ぼこりで窓を開けることもできません。車が汚れる。わあ、ゴツゴツした大きな岩が多くてはみ出すと事故りますね。これがサルバドール・ダリ砂漠と言われるゆえんでもあります。前方の車両にスリップストリームをかけますが、車両が汚れる。いやー、車が汚れるし窓も開けられないので離れましょうよ。わあ、ピンボケしていますがビクーニャが2匹走っていました。この辺りはちょこちょこ遺跡がありますね。インカ帝国のものかな。
待たせしました。ラグナベルデとブランカにもう少しで到着します。山頂まで。ラグナベルデ、緑の湖は鉱物が沈殿して緑色をしているそうです。正面には5916メートルの火山リカンカブール山が綺麗な鏡張りで映っています。左側にも大きなフリケス火山が並んで映っています。入っちゃって大丈夫？大丈夫。ここ緑の湖ベルデ湖なんですけども、今緑にはなっていません。全然白い感じしないですけども、向こう側から見るとラグナベルデ展望所から次はラグナプランカが白く見える場所に移動します。前に通った車両の轍が他の車両が通るごとに道になっていきます。どうなんですか本当に。これ道？ここ行っちゃうの？行くの？ってラグナベルデとブランカを結ぶ小さな小川を車で渡りました。さすがランドクルーザーですね。白の湖ラグナブランカに到着しました。どこかの温泉のような色をしていますね。季節によるのか真っ白ではありませんでしたが、美しい鏡張りでした。こちらがブランカ湖、白い湖です。ここの湖が白く見えるのは固定の鏡張り。あれは軍隊。空が真っ青で山がくっきり見えます。標高4300メートルって何かが違います。あるのかもしれないけど。使ってるかもしれないけどね。映画を作るときはぜひコーディネーターとして。前方に建物が見えてきました。
国境前に税関申告があります。ここが少々厄介でした。税関事務所の Wi-Fi があり、スマホで税関申告書を作成して QR を作ります。4人中1人がスマホで作成できず、他人の人のスマホで QR を何とか作成。電子申請は英語とスペイン語で Wi-Fi も弱いので、事前に作成しておきましょう。うわあ、1台車とすれ違いましたが、すごい砂ぼこりです。ボリビア税関からイミグレーションまで5キロほどの距離があります。山の色がクスコのレインボーマウンテン並みの色をしています。イトカホンのボリビアからの国境検問所が見えてきました。チリ・アタカマと行き来する観光客用の車両がたくさん止まっています。午前中の同じバスでアタカマに行く人で長蛇の列です。出国税が必要との話もあり、1人50ボリビアの1000円ほどを残しておきました。ボリビア側の国境にトイレがないので事前に済ませておきましょう。そうよ、水掘ってあるだけだ。何やら不自然な溝がありましたが、国境というよりは水の流れた後かな。出国手続きを終え、ここでマッコ岡野さんとフランシスと涙のお別れ。人生でまたのない最高の宝石の道の旅でした。ありがとうございました。こちらのマイクロバスに相乗りでチリ・アタカマに向かいます。ボリビアの国境でどのバスに乗っていいのかよく分かりませんでした。最後までマッコ岡野さんがいてくれて、税関も出国もうまくできました。見えますか？遠くにアンデスキツネが歩いていました。好像有个上次，可以上这个。クリス・マックのマッコ岡野さんのウユニからアタカマのツアーは、限られた時間内でプライベートツアーで自由に満喫するのがおすすめです。待ち時間も長いので、この裏の方で野外トイレで皆さん済ましていました。ウユニ周辺では日本食や物を入手することが難しいです。私たちは事前に伺って小さなヘッドの歯ブラシを日本から持っていきました。海外で生活すると手に入らない日本のものが届くって嬉しいことです。ぜひツアーに参加される際は日本食や物を持って行っていただけると嬉しいです。今から
チリのイトカホンの国境検問所に入ります。トイレがあります。チリの国境検問所を通過すると約 40km、 30分ほどの道のりを走り、チリ・サンペドロ・デ・アタカマへ一気に 2000m ほど標高を下ります。最終話なので宝石の道プライベートツアーをもう一度振り返ってみましょう。マッコ岡野さんとウユニからアタカマまで3日間のラグナルートの旅を満喫しました。第1話ではウユニの列車の墓場とコルチャニ村の塩工場を訪れました。第2話はウユニ塩湖を朝から夜まで満喫し、夢の鏡張りを絶景が見れました。第3話は2日目の朝から元住友商事の鉱山の町サンクリストバルを街歩き。第4話は山の上、岩の谷と黒の湖で昼食をいただきました。第5話は5つの湖を巡り、スルハメンコの村を初めて見ました。第6話は天空のシロリ砂漠で可愛いビスカッチョと遊びました。第7話は赤の湖ラグナコロナダと間欠泉ソルデマニャーナを訪れました。第8話はボルケス温泉に泊まり、3日目の朝は幻想的な朝日が見れました。そして今回第9話の最終日3日目はサルバトール・ダリ砂漠、緑の湖ラグナベルデ、白の湖ラグナブランカ、ボリビア税関、イトカホンのボリビア国境検問所でマッコ岡野さんと涙のお別れの後にバスに乗り換えチリ国境検問所で入国し、サンペドロ・デ・アタカマへ向けて標高 4000m から 2300m へ一気に降下しています。南米旅行のノウハウ48、ボリビアからチリ国境編。ボリビアのイトカホン国境検問所は結構待ち時間があります。ボリビア側にトイレがないため、どこかでトイレを済ましましょう。念のため1人30から50ボリビアの1000円ほどを出国のために所持。ボリビア税関の250申告はネット申請で QR を作成しておく。きれいなトイレがいい方はチリ国境検問所でトイレを借りる。チリには高山病用のコカの葉を持ち込まないように注意。チリ国境やアタカマは自分で運ぶスーツケースの重量に注意。アタカマは世界一洗濯物が乾く乾燥した町と言われ、また世界一星が見える町とも言われていますが、星は正直ポルケス温泉の方がよく見えると思います。宝石の道を走っていましたので、人の住む町がとても新鮮に感じます。アタカマにはおおむね正午頃に到着します。私の友人の日本人が以前アタカマのカフェで働いていました。とても国際的な雰囲気のいい街だそうです。私は大好きな YouTuber のアキーラ海外見聞録のこの街の動画を見ていました。今回でマッコ岡野さんと行くラグナルート宝石の道編は終了します。次回はアタカマの街を街歩き、レストラン、スーパー、ホテル、両替、街のスポットを通常バージョンに戻ってご紹介しますのでお楽しみに。そろそろアタカマのミニバスやツアーバスが止まる場所に到着します。
それじゃね、バイバイ。